皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。千葉県在住、いちごを潰す専用のスプーンの存在を知っている34歳、さやです。みんな知ってる？いちごを潰す専用のスプーン。なんかさ、ゴツゴツしたやつでしょ？昔のいちごは今ほど甘くなかったので、いちごを一回潰し、はい。そこにちょっとお砂糖と牛乳を入れて、いちご牛乳にして食べるっていうのが、平成一桁ガチウィミンたちのなんで急に配慮したんでそこまで言って。はい。ということで、今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、全部無視してエッサホイサ。夜がかけてる。夜がかけてんの。夜にじゃなくて夜がかけてんの。ということで、こちら撮影。今回やっていく企画は何ですか？ででん、さやちゃんプレゼン企画、夫の卒業制作読んでみよう。ひゃー。ありがとうチュン、ありがとうチュン、ありがとうありがとうありがとうチュン。人事だからってな。いや思ったの、やっぱり我らが玄ちゃんのルーツをなんか辿る、ね、辿ってるよ。結構夏目さんちもさ、だって8年目、9年目、8周年を迎え9年目突入、ついでに今年で大気圏も突入。そうだ。いいね、大気圏は突入してなくて。いやだから、もっとみんなに玄さんのことを知ってもらおうと思って。遅っ。9年目に入ってやっと知ってもらおうと思ってる。みんななんか多分あんま知らないと思う。本当に最近ね見ていただいてる方もいます、ね、そうそう、もういらっしゃいますよね、そう。玄さんは大学で卒業制作で漫画を描いたんだよね、描きましたね。そう、この前それを家の本棚で見つけて、そういえばなんかリスナーさんからも、そういうの見たいなってお声をいただいてたなと思って、じゃあこれはさらし首じゃなくてさらし首。これ何がやばいって、レインボーオリジン。卒生ってさ、ブラックオリジンとは言い切れんぐらいには自我が固まり始めてるじゃん。いやそうだよ。大学時代っていうのは、間もなく大人になろうとするが、俺は他のやつと違えんだぜみたいな空気を出そうとしている時期でしょ。やばくない？その時期の作品。あと一応いいんだけど、今回別にいいよとは言ったんだけど、ピストル抜いたからには命かけろよっていう。分かって、じゃあフルーツでキャット持ってくるよ。いや見てんだよ、それはもうみんな見たんで。今回はいいよ。今回じゃあ僕の企画でいいんだけど、コメント欄に書いてほしいんですけども、これでさやさんの源流も見たいですみたいなのがあったら、そんな、いや次回ねやらせようと思うんで。俺知ってんだ。握ってるんで、さやの源流。だからそれをちょっとねみんなに見せたいが、まあ今回は僕のってことですね。はい。というわけで玄さんの卒生見てあれだだ。ということでこちら全部モザイクかけて。なぜってもうゴリッゴリに本名書いてる。ドドンって。でもねすごいデザインかっこいいよ、めっちゃ。これはすごい大友克洋先生に本当に影響を受けまくってた時期で、これは大友克洋先生の原画展のポスターをインスパイアして作った。でこれめくるとこれね、全体的にさすごいおしゃれなんだよな。これなんか本の中身の感じも全部決めようっていうことで全部自分でデザインするっていう感じで卒業制作やったんだけど、赤いのを挟みたかったっていう。はい、ここね。はい、こんな感じ。はい、わ、目次がある。そう、まあでもとりあえずちょっと見てほしい。まあ先に言っておきますけど、昨日なんとなく見たんですよ。なんかなんか昔の自分を見る心臓のキュッて感じはありつつ、でもお前はこういうのが書きたかったよなっていう気持ちにもなったから、決して否定はしないんだけど、嫌な汗かきそうっていうのだけは考えて。いや大丈夫だね。就職したばっかりぐらいの時に見せてもらった時に、なんかもう膝から崩れ落ちてもかっこよすぎて全部が。あなたがこれ書いてる時にさ、私書いてたのさ、ドキドキマジカル学園だったからさ、全然違うぞおいってなっちゃって、かっこいいってなっちゃって、そうだから自信持ってほしい。まあということで僕がね21ぐらいの頃に書いた第3終わりぐらい書いてたやつですよね。でこれで全3編の短編集みたいななんで、ページ数でいうと77ページまでありますね。すごー。1個目が「幸福の鳥」っていうタイトルなんですけど、はい、フランス語。これでタイトルは僕に読めません。フランス語でタイトルをつけたかっただけです。とにかくこの頃ってメビウスに出会ったばっかりで、もう興奮がすごいから、メビウスみたいな感じになってる時の作品なんで、もうとにかくフランス語でタイトルをつけてた。これ読みはわかんないんでちょっと読んでもらいますね。L'oiseau heureux。なんて？あはん。L'oiseau heureux。あはんみたいな。むず、フランス語発音むず。マジでむずいよな。まあちょっとこんな感じの。でもこのカメさんの顔にめちゃめちゃ原産味を感じるよね。はい、いきます。まず1作目。
あこれもうバンド弟子のリスペクトというかメビウス先生のリスペクトなので、言葉なんか使わないんだっていう意思で書きましたね。でもこの円形からのやつかっこいい、円形からこう謎の建物にギュワッて入っていって、そしたら中にこうスンと何かがいると入ります何喋ってるか分かんないっていうね、言葉がない、でそうね、彼の顔にジュ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 ってなってファシャシャシャってこれあれですね。だから行って戻ってでこのツタが開い謎の触手が開いてってインサート、そこから覗いて何かを覗いていきましょうみたいな話ですね。誰かがいるよ、はい、お女の子が出てきた、はい、亀さんとこう旅をしている、この女の子が一体どこに行くんでしょうかみたいな感じでこうやってね行きます。おー、書き込みがすごいね。そうここすごい頑張って書いてた覚えがあるね、だから森の中でなんかもう木と同化しちゃってるような、よくわからんこれ鳥なのか何なのかみたいな翼あるんだけど一応ここにこう翼があって頭があってだけどでもいろいろもう同化しちゃってるからもうなんだかわからんみたいな、あ女の子ここにいるわ、そうで何かを喋りかけてるんだけど、なんかこれ言葉は本当に適当に書いてるんで法則ないですね、この文字には。うにゃうにゃ書いてるだけなんで、あじゃあ、みんながおのおのなんて喋ってるかを考えて読んでくださいっていう書に構えたやつですけど、はい、ある程度自分の中ではセリフを決めてたんだけど、わそうなんかそしてこのやつがなんか話しかけてくるけど、なんかこの触手で、はい、女の子を、女性を捕まえて持ち上げるんだけど、で女の子の描き方はやっぱ全然変わったね。そうだね、女の子を可愛く描こうみたいなのをやり始めたのは夏目さんち始めてからだね、マジで。この女の子からこう子供の頃に、子供の頃に行き、お父さん誰でしょうね。なんかテレビ電話してる。いやこれじゃ写真を持ってんじゃないかな。写真を持ってんのか、そうでその写真をこの子に見せてる。この鳥ちっちゃいね、まだ子供だったんですね、このでっかい、ほらさっきのこのこいつが、こいつがまだ子供の時、このおっさんとおそらく旅をしてた、まあ娘なのか娘じゃないのかは定かではないんですけど、このおっさんとのこう旅をしてたが、でもおっさんなんかダメそう、ダメそうで、そしてここで、おっさんの墓がちょっとこれすごいワンピースっぽいんですけど、だいぶで悲しみに暮れる、でこれ一応この鳥にも設定があって、この鳥が鳴くと雨が降るっていう伝承を持つ鳥の話なんだけど、このカットマジかっこいいね。だからバイバイっていう、精神的にバイバイっていう話ですね。めっちゃ泣いてる、帽子をかぶって。でこの鳥さんもなんかこの女の子の顔を思い出して、顔を見てあの頃のことを思い、ほぼ朽ちてるけど思い出して、あのおじさんを思い出して泣くっていう、あのおじさんの手がかりだけを頼りにここに来たんですよ、この子は。でこの子に会ってすごいね、この線、おしゃれ、ね、めっちゃメビウスの影響ですね。でもここなぜかちょっとミシャっぽいな、ちょっとよくわかんないですね。今のゲンさんからフィードバックするとこのミシャのノイズです。これ髪の描き方だね、このミシャ風ノイズですね。でこれでおじさんがね持っていた帽子を、なんか切ない話だ、これもしかしてという話がありましたとさみたいな語り口、そうこいつ語り部だから、語り部だったのか、お前いろんなものを語っているだけのおじさん、タモリってことか。もうほぼタモリ、ほぼタモリ、そう世にも奇妙な、世にも奇妙な最後のね、てっててててててみたいな、懐かしいみたいなやつで、一体彼女に会えたあの鳥は最後どうなってしまったんでしょうかみたいな感じっていうのが一作目幸福の鳥っていう、幸福の鳥っていうタイトルなんだけど、これなんか自分の1年前に書いたその1枚のでっけえポスターみたいに作ったバンドデシネのアンサーみたいなやつなんだ、多分その1作目がここだけだったんですよ。ここだけ、ほぼここだけ、なんか感じとしてはこのおじさん乗ってた、そうほぼこの1枚だけで、おじさんとこの鳥で書いてたんで、結構悲しい話で終わってたから、最後のちょっと幸せなところまで書いてやろうっていうやつで、この写真を見せてくれてたこの子が会いに来るっていう話までやりましたってやつですね、これは。だからなんか画面がかっこいいよね、全部やっぱり。僕当時自分は絵が描けると思い込んでたやつだったの、大学の頃って。多分エッセイとかにも書いてあったけど、なんかちょっと車に構えててさ、人体描かなくていいや、もうモンスター描きゃいいやみたいな、人体とか適当に描いててもまあいっかみたいな、まあでもうまいでしょみたいな思ってたんだけど、うまくないじゃんってことに気づいて当時は自分は絵がうまいと思ってたから、なんか悲しくなっちゃったんだよね。漫画賞とかを応募したりとか、いざちゃんと描いてみて、なんかそんなに自分は絵がうまくないんだっていうことに気づいて、少しでも頑張って描かなきゃって思った時期の、すごーい、
次すっごいよマジで、いろんな意味ですごい、夏目さんちを長く見てくださってる方は知ってると思うんだけど、まず源さんの漫画は四角から始まるんですよ、始まりますね。未だにそうですよ、ずっとそうそう大好きなんで、やっぱモノローグから始めるのが漫画の基本だと思ってますけど僕はそれが好きだからね、大好きなんです、そうまず四角から始まるのとなんかもう文章があまりに源さんっていうのと、設定の感じとかね、一番オリジンっぽいのこれかも。いやそうそれすごく思うの、未だに僕の中にあるストーリーの源流みたいな、そうそう、なんていうかさ、一番書きたいものみたいな、整頓された書きたいものな気がする、これ読んだ時、それこそ私源さんと会社に初めて入って会った時に、なんだこんなとんでもねえ超人は近寄らんとこって思ったのもこれの漫画が結構要因で、これが読むのが一番今ね、実際好きなんだけど未だに、読むの一番苦しいと思う。とりあえず、はい、ルーティーンです。タイトルルーティーン。これなんか見たことないですか、最近の動画で。表情100パターンの男の子で僕が手癖で描く主人公顔っていう、こいつねほらいたっていう。源さんが一番最初に描く少年漫画の主人公ってみんなこの顔のみんなこの髪型してる絶対こうなんね。じゃあ行きますか、ルーティーン。ルーティーンいきます。ルーティーン、あるステップの定められた順序や日課、転じて舞台の演目の一部である短い芝居、寸劇ぽい。ルーティーンってちっちゃいルビーを振ってね。朝です。チンチン。朝カチ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 ってやつです。これはそれがやりたかった。ね、そう徐々にこうカメラに寄ってって、そうで日付が映って、カチッって4月4日5時45分目が覚める。はい。大友先生大好きそうな。確かにね。とか、はい。シャッっていつもより早く起きた朝、余裕を持って身支度を整えるいつも通りの朝。ガポッってなんかちょっと憂いを帯びた顔で、ワックスセットして、いつもより身支度が早いので弁当を作っている母に、デートでもあるのかしらと言われる。話しかけんじゃねえよ、いつも通りの返事をする。ちょっと悲しそうにお母さん、ご飯はもう食べる食べる、ちょっとお弁当いらねえっつってんだろクソババ、突き放すのが最善。そう、じゃあお母さんの朝ごはんにしちゃおう。すっごいちっちゃいことありがとうって。切ないよなんか。親子関係の悪化程度で済むのならば安いものだ。はい、おはようヒーローはい、お前はこっち、今日もよろしくなってナフ。かわいいなあ。猫ちゃんと戯れ。やたらと適当な背景がありマジ背景適当なものいんだよな。ザッってママなんで起こしてくれないの。何を目覚ましかけやせんのあんたでしょ。忘れたままはしょうがないじゃん。だいたい5回も引っ叩いたよ。まったく。現在時刻8時4分。なんか女の子とお母さんが喧嘩してる、会話がありますけど、38分後4月4日午前8時42分悲劇は起こる。街並みがあって、エネオスっぽいネオスがあって、ネオスっぽいネオスがあってゴーッつってタンクローリーがむちゃくちゃ大友克洋です。なんか顔がねこのね小回りこれ、この小回りは大友克洋の名作、西部のガンマンの話のカットに影響を受けて書いてます。すごい全部、ちゃんとやっぱルーツがいや全部覚えてるもん、なんで書いたか覚えてる、でこれ日本語間違ってますよ。これ死者です、死者112名負傷者53名、うち18名は意識不明の重体。大事故、タンクローリーがガソリンスタンドに激突したことによる爆発事故。怖い。爆発による火災が広がったことで犠牲者の数が大幅に増え未曾有の大事故。事故の原因はタンクローリードライバーの居眠り。しかしそれは最も直近の単純なきっかけでしかない。バタフライエフェクトという言葉が始まってるちなみにこの漫画ずっとこの感じで続く一生主人公喋らんでモノローグでいくんで、淡々と、バタフライエフェクトという言葉がある。これね、今この動画で説明した僕の好きな映画ランキングで1位のバタフライエフェクトあるじゃん、とにかく自分で書くものにバタフライエフェクトっていう単語を使いたかったの、どうにか、だから出てきました。出てきた、地球上のある一点で蝶が羽ばたくと数奇な連鎖は巡り巡って遠く離れた裏側のある一点に竜巻を起こすという理論だ。4月4日7時42分、ある女は会社へ行くため家を出る。アパートの階段を降りるとそこには野良猫。猫好きの女は猫を撫でる。するとちょうど掃除中の大家さんと会い数分談笑する、その頃ある少女は盛大に寝坊中、これさっきの女の子ですね。談笑を終え大家さんと猫に別れを告げ会社へ向かう。7時51分、8時2分寝坊している少女は飛び起きる。出発。8時12分、会社へ向かう女と別れた猫はお腹が減ったので行きつけの肉屋に朝食をもらいに行く。8時32分、猫にご飯をあげてる、猫の食事に気を取られ忘れていたゴミ出しに行こうとするが回収車がちょうど去る。行っちゃった。肉屋は仕方なく別の捨て場に置きに行こうとする。その時寝坊して焦り急いでいる少女と肉屋が衝突。8時38分、
ここでさらにタイムロス、ますます焦る少女は赤信号の交差点に進入。居眠り運転のタンクローリーに激突。8時39分、運転者はすぐに救急車を呼ぶが当然即死。辺りは騒然となる。しかしタンクローリーはここで止まる。ガソリンスタンドの2つ手前の交差点だ。つまり爆発事故は起きない。ではなぜあの事故は起きてしまったのか。はい、なんかもはやね、僕ね、半分小説みたいな書き方してるのこれ、漫画なのかという。ドキドキするね。いや結構もうサスペンスを書こうと思って。いやそうだね。はい、じゃあなぜあの事故が起きてしまったのかね。お母さんと喧嘩してた女の子が遅刻した結果、ここで事故に遭っちゃったけど、事故に遭った結果爆発事故は起きてないっていう話だよね。そうじゃあなんで起きたのか。時は戻り午前8時12分現在。喧嘩してる。またお母さんなんで起こしてくれなかったのっていう続きだよね、ここはね。ご飯食べていきなさい。そんな時間あるわけないじゃん。行ってきます。すごいコミカルなライブ。慌てて家を飛び出す少女。目覚ましのかけ忘れ。やっぱいつもの道じゃ間に合わない。結構コミカルな顔してるの。ここで本来ならば彼女は近道を選択。事故を回避する。すると紡がれた線は途絶える。少女はいつもの道を通り肉屋とぶつかり焦り事故死しなければならない。そうだ、こっちの道通ればまだ行けるかも。わなのでこっち今日工事で通行止めだよ。嘘をつく。さっき一番最初に出てきた手癖男子。はい、手癖男子。だいぶ悪い顔してるのこれね。このおでこの感じすごい鉄夫みたいなのが描きたかったんだなっていうの。このへこみでしょ。そう。そうなの？焦りで判断力が低下しているので簡単な嘘で十分。あれ誰だろう。俺は彼女を何度見送ったことだろうか。彼女の犠牲により爆発事故は回避される。これが今の最善。はあ。何なんでしょうかという。ねえ。まあでもループものの主人公っぽいよね。そうだね。言ってることかな。公園でピュピュピュみたいな感じで。ね。さあみたいな感じの。すごいなぎの時間ですね。なぎの時間。この木がすごくファンタジー。ね。そうこの木すごいこんな普通のコインね。すごい樹齢なんだ。これ多分バンド自身引きずってる木なんだ。一個前がね。そうあれ世界から来てるもはや大行の木書いちゃっただけですね。いやでもペンタッチがすごくいいですね。深呼吸してる。スーって。ね。ここのコマすごい好き。こういう抜け感あるコマ書きたかったんだよね。気合が入ったよ。9時2分ですね。要は朝8時12分彼女を見送った後9時2分から動き始める少年は。はい。ボコボコしてる。子供が溺れてるんですね。バシャー助けてます。で出してる。なんかいかにも悪いこんなやついるかよっていう、こんなひったくり言ってたまるかって感じなんですけど、渋い丸拓夫、そう完全に俺渋い丸拓夫みたいなやつ、ね、ひったくりをみたいなやつがいるんですけど、それをおばあちゃんからねやってるのを上から、ここに来ることを知ってるからね。ジャンプでも踏みつけられるぐらいの位置知ってる。こいつ笑えるんじゃん。そうお前笑えるんだ。お前笑えるんじゃん。あでこれね、猫も助けてすごい走って28分、すっげえ速さで走り、これ何なんだろうね。これなんかもしかしたら自殺しようとした人を助けてるのか、まあ何か事故で落ちそうになった人を助けてるのかちょっと定かではないですけど、これ妊婦さんをおそらく、生まれそうな妊婦さんを助けてあげてる。破水しちゃった妊婦さんか。そう猫ちゃん、このヒーローね。そうこいつ冒頭の猫ですね。があの子が降りれなくなっちゃったのか。助けた後そのままなんか一緒に行動してますね。なぜか。確かに。かわいい。でもこれは全て何かを知ってないとこんな連続で人を助けることはできないね。はい。はい。カチッカチッカチッ始まった。また始まった。これですね。4月4日午後11時58分。今日が終わる。ドックン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 みたいな心臓の音がうるさくなる。静かになって。最初の4月4日午前8時42分。俺は死んでいる。ご飯くらい食べいらねえっつってんだろ。お母さん。じゃあどっかでちゃんと食べなさいね。いってらっしゃい。母と交わした最後の言葉、後悔が残る。おせいぞクソ野郎、悪いババアがうるさくてよ、ギャハハみたいな。もう本当に反抗期の不良少年たち。ね、そんな感じだね。俺はあの時いつものように悪友と学校をサボる計画を立てていた。しかしすぐにあの爆発事故に巻き込まれ死亡。が目覚める。終わらない今日の始まり。4月4日だ。4月4日5時40分。同じ時間に起きてる。おせいぞクソ野郎、悪い、また母ちゃんギャハハみたいな。同じように、あの事故さえ起こらなければ全ては夢、リアルな夢。また燃えた、また爆発しちゃった。3度目の4月4日望みは絶たれた。みたいな、もうまたループものの主人公のバーンってやつですね。恐怖から家にこもる。
そして何事もなく迎える4度目の4月4日。助けよう。俺は必死で彼らを説得しようと試みたが、当然聞く耳持たず、まあ何言ってんだお前よっつってぶん殴られるみたいなね、があって、結論、友人たちは幾度となく死んだ。ならば力ずくでと爆発事故から逃すも、たどり着く別の同じ結果、彼らに襲いかかる無数の死。何回も友達が、元来俺は頭のいい方ではなかったが、ほどなく直感、彼らの生死の因果は全てこの爆発事故の発生にあると。心文章すごいな。ほどなく直感ってさ、リズム感良すぎてさいやでも僕はこういう文章はハンターハンターで学んでるわけですよ。ああ、そういうことか。ナレーション芸がハンターハンターの魅力でもあるじゃん。そういう文章が書きたいっていうのがあったんだよね、多分当時。でも僕ね、語感はすごい気にしてた気がする。文字数多いからリズム感良くしようと思ってたの、多分。でもこいつ火のいるとこになんか何も感じてない。やっぱ顔がワンピースだね、ちょっと。そうそう、この辺ワンピース。ワンピースっぽい。とにかくいろんな影響が感じられる。源流を感じる。ドライバーを引き止め起こすだけ簡単だと思った。ストーン。数回の思考後確信、ドライバーは事故を起こす運命のもとにあった。もともとあったはずの巨大な因果をねじ曲げるのだ。ノーリスクは不可。100余の命はあまりに重かった。要は100何人も死んじゃうような、マジで日本史上とんでもねえ事故っていう話なんだけど、マジでありえないじゃん、そんな事故ね。そうね。ガソリンスタンドが爆発みたいな。本来死ぬ予定だった人たちを助けるっていうのはもうとんでもないことなんだっていうことに気づいた。俺の起床時間から事故発生までは2時間57分。計画に一切の無駄は許されない。分が細かいのもさ、原産っぽいよね。まずは考えうる最短。俺自身が先に事故の犠牲者に、またはドライバーを殺害する。だが共に失敗。何度実行しようとしてもその前に俺自身が別の事故により死亡。介入者である俺を見る何かの存在を感じた。こういうの好きだったんだよな、マジで。超越者好きなんだよな。マジで文字が多い、こっから。もうとにかくページを収めるのに必死で。文字のさ、サイズ変わってるもんね、ここで。だいぶ級数が変わってる。ね。次に考えたのは10日交換。はい。犠牲者に代わる同僚の命ではなく確率のである。これがなんかね、当時僕が考えてた結構新しい考え方なんじゃないですかっていう話。今思うと分かんないですけど、大勢が犠牲になる未曾有の事故が起こるという稀有な確率の事象に対して、より稀有な普通では起こり得ない事象を紡ぎ出せればいいのではないか。つまり事故を止めうる事象を直接導くのではなく、あえて多くの事象を連鎖経由させることにより、その事象自体の価値を引き上げる人為的なバタフライエフェクトを起こすことができれば、目には目を、はい、確率には確率をという考えです。だからとんでもねえ確率で起きることだってことは、とんでもねえ確率で起こせることを俺も作り出そうっていう思考実験です、こいつの。はい。不思議なことにそれはすぐに実現した。1482回目の今日にて見つかるバタフライエフェクトの蝶の羽ばたきと竜巻。その日から無実の彼女は終わりのない死を繰り返した。同時に訪れる当然の呵責、そして芽生える救いへの使命感。いろんな人を救ってる。そうだからこの子を犠牲にしてるから、罪悪感がすごくて、街中の何かを救ってやろうっていう気持ちになるわけ。ありがとう、本当にありがとう、みんな言ってくれてるけど、本当に助かりました。いやー世話になった、お兄ちゃんのおかげだよ。ぜひ今度お礼を。お兄ちゃん次はいつ会えるかな。また改めて明日はこれから後でいつかまた。いっぱいなんかこう言葉がわーって重なっていくんだよね。目先の目的で見えなかったのか、見ようとしていなかったのか、皮肉にも感謝の言葉に含有する俺にはない今日より先への持続性が俺を蝕んだ。そして溶けるように自然に使命感は消えてなくなった。そもそも本当に俺がつなぐ先は存在しているのか。頑張って爆発事故を止めてはいるけど、止めた先の未来って本当にあるのっていう、これ本当に起きてることなのっていう、また今度懐疑的になっちゃう。緩やかな絶望、幾千の空白、そして気づけば何度も何度も殺した彼女のもとへ。しばらく多分もう1000を超えるぐらい廃人状態で多分寝ちゃってたの、何もなく無意に過ごしたんだと思う、こいつは。やっと、でもこのそう初めて会話をする、ここに来て初めてね。さ、神様って信じる？神様か、信じるよ。いるとしたらいつどこに？いつでもどこでも。って言って、こうタイで会話をしてるわけですよね。だってさ、こんな能天気な私でも16年間も生きてるんですよ。今日も盛大に寝坊したし、なぜか初対面の人と仲良くベンチで飛行中。世の中不思議ばっかりだし、いっぱいいるよきっと。ダメ？あんぐりしてる。かわいい。どうしたの？何泣いてないって。わあ。一つ仮説を立ててみた。
はい、ここでの女の子の会話がヒントになって、うんうん、こいつの中で何か一つの考えが浮かぶんです。かわいい、はい、そうでもこれなんか今書いたら可愛く書けるんだろうなって思う。書いてほしいな、この当時はなんかちょっともう限界だったね、女の子書くの苦手だったんだよ。なんか書くの恥ずかしかった、もはや。でもなんかさ、男の人ってなんかさ、そういうでもそういう人いるよね、なんか少年漫画家さんとかさ、そうこの時って自我がやっぱりさほとばしり始めてるから、これ可愛いと思って書いてんのって思われるの結構苦しかったんだよね。そういうね。そうだから、いやこのぐらいは別にそんなに好きじゃないけど可愛いとは思ってるわけではないんですけどねみたいなそういうぐらいで多分書いてたのね。でもこの子面白い女じゃん。そう面白い女、こいつだってこの主人公をハッとさせるようなことを言っている。でこれまたちょっと呵責なんだけど、この子を可愛く描きすぎないようにしてたの。そうなんだ、普通メンちゃんみたいな。全然普通の平均的な感じの子っていうので書いてたんだけど、今書いたら僕すげえ可愛く描くんだろうなと思う。確かにね、多分モチベの問題で、女の子だーってオアシスのようなでもとにかくこの子と会話をしてみて、でもこの子は何回も殺されてしまってたということね。ある日一日を幾度も繰り返す。一日といえどこんな大それた出来事に俺だけが巻き込まれるだろうか。俺自身を犠牲にした阻止に失敗した時、確かに感じた高みからの干渉、必ずそれは俺以外にも俺のような存在を生んでいるはず。その日一日、その場所を知り尽くした土着の神、そう呼べる人々が世界中に一切の日時代にいるとしたら、あの爆発事故のような大事故を食い止めるもの、あるいは引き起こすもの、いずれも大いなる選択肢。そうして日常が、あるいは非日常が紡がれているんだとしたら、仮説の息を出ない暴論だがこれでいい。俺の存在、選択に意味はある。しかし疑問は残る。もうヤンキーじゃない。だからもう何回も何回も繰り返してバカみたいに悟りきった存在になってるヤンキーだから、すごい。高校生の時は土着の神とかって言えないもん絶対いろいろ文献漁ったんでしょこいつ。きっとね図書館行ったりとか、しかし疑問は残る、確率のバランスの悪さ。100世の人々が犠牲になる事故が起こる確率と俺が紡いだバタフライエフェクトの確率はどう考えても釣り合っていない。考えうる可能性は一つ、失われる彼女自身の特異性、彼女はこの未来で何らかの偉業を成し遂げるような人物である可能性が非常に高い。結果的に俺はバタフライエフェクトの確率以上に彼女自身に頼ったことになるが、それもまたそんな彼女に巡り会えた奇跡という稀有な確率による事象だろう。先の正解なんて知らない、知れない、知りたくもない。100か1ならば100を取る。4月4日の神である俺は今日の最善を求め、ただ信じ託す、永遠に。かっけえ。戻りました。またチュンチュンパササ、これ全く同じ、全く同じだ、カチカチカチ来た、3回目。4月4日5時45分、目が覚める。いつもより早く起きたいつも通りの朝。今から始まる今日は昨日と同じ今日で今日と違う明日。巨大な宇宙という演目に組み込まれた永遠のルーティン。さて今日は誰に託そうか。かっけー。かっこいいルーティンでした。4月4日の神になったっていうそうっていう話なんですよこれ、どういう話かっていうのは今読んだ通りなんだけど、考え方としては八百万の神ってなんだろうっていう解釈の話なんだけど、日本中に神様がいるとして、いっぱい神様がいるんだったら各日の神様いるんじゃないっていう発想なんですよこれ、で各一日をループし続けるやつらがいろんな日いろんな場所に存在してるから、そいつらが噛み合うことででっかい事件とか、逆にそれが防がれたりとかがせめぎ合ってるのが、この各日各場所にいる神たちの連鎖が起きて世界のでっかい事象が起きているという説。4月4日の神様の彼が爆発事故を回避させたせいで、別の日に別の大きな事件が起きてる可能性はあるけど、俺はそんなこと知ったこっちゃないっていう、俺は4月4日の神だから4月4日の最善を尽くすっていう話で、その発想すげえかっけえと思ったんだよな。でこれはなんかね結構裏テーマで、その日やれることやればよくないっていうやつで、これまたブラックオリジンに関わってくるんだけど、人生は一度きりだってやつあったじゃないですかあれに近いなんかその日をとりあえずいい日過ごせよっていう、明日は明日の風が吹く、そう明日は明日のやつに任せればいいから、俺は今日最善に生きるよっていう話。いや本当にすごいと思って、改めて読み返しても好きそうだなとは思う。本当に技術はないけどコマ多すぎんねん文字とコマ多すぎんねんは思うんだけど、この概念はいつか別の作品でも生かしたいなって思うぐらい、各日付の神は好きな設定。いやすごくいい、4月4日の最善を尽くした結果、他の日にがどうなろうと知らないっていう言い切ってるのがいい、すごい。で1週間で1冊作りたいと思ってたの、当時は。5678910の7日間の
それぞれの場所のそれぞれの神の話みたいなのでオムニバス作りたいなと思ってたんだけど、限界でした。この女の子がさ実はどっかの神様だったりとか、可能性もあるよね、うんまだわかんないけどっっていうのを書いてよ、それはさすがにちょっと俺も書きたいな。やがておもろい絶対いい。そうてかこの2人の会話もっと見たかったなって感じある、こんな悟りきっちゃった彼が人間らしく喋ってるところをもっと見たいっていう気持ちになるからさ。そうだからこいつがセリフとして喋ってるシーンがあまりにもないから、あそう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 だから僕マジでこの設定の話を書きたいって源流いうのを思ってる、そうやがてねいつか出てきたらあれのだっていう同じ世界だと思っていただけたらいつか。私ここにこの一本挟めないもんおしゃれ本当にすごいかっこいい。これここからのつながりだから。いやでも私これ挟めない私。このね縦の連続性みたいなコマの使い方、これ浦沢直樹先生なんですよ。浦沢直樹先生って結構この下に送った話を上から持ってくるみたいな、こう流していった後に一回上からやるっていう結構小回りを浦沢先生よくやってるのを見て真似しようと思ってやったやつです。漫画の見方がやっぱさ違うよね、ゲイさんはね。そんな感じですね。ね。とりあえず2本目はこのルーティンっていう、ベタフラ頑張ってるけど本当になねよく考えるとさアナログで全部書くって結構正気の沙汰じゃねえなって思うもんね、今思うと。ベタフラ大変だった私も。最後インサイド、ここにこれ入れるあたりなんかちょっと小尺だよね。こうしちゃう。インサイドペンってなんかちょっとマジでお前ってこれはもう見てわかる通りあれですよ。ここも相当大友先生の、これはでも確かになんかアキラの赤ちゃんです大きなね、あコポコ始まったポコポコポしてる、かっこいいから始まるね、つながってる連綿とベタフラ頑張ってる。また来た。これ好きなんでしょうね。僕このブンってカメラが遠くからここに寄ってくっていうのが多分結構好きなんだ、ね、そうだね。この演出なんか謎の赤ちゃんが赤ちゃんがふわ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 って言ってね、なんかもやもや動いてるよ、そうもにゃーって赤ちゃんがすごい厳しい顔してる赤ちゃんがなんか下からジュン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 ってなんか出てきました。なんか寄せてるよ、引き寄せて、またこっちからも引き寄せて操ってる、ギュ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 って言ってなんか食べてますね。下から出したやつを食べてます。食べて食べて食べて頭が変形している、いやもうとにかくこれはめっちゃ書き込んでやろうってやつでした。このコマの構図がかっこいいね、すごい。確かになんか頑張ってるね。確かに一言カメラ位置頑張ってるね。いやそうそう、すごいかっこいい。アキラの赤ちゃんを見て赤ちゃんってかっけえなって思って書いた作品です。なんかすごい。頭から出てきたこの触手を真ん中に集め、何かが形成されていく。このコマが好きです。ペン入れうまくいったって未だに思ってる。でギュル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 って固まって、なんか目玉みたいなのが出てきた、なんかが、この要は、このギュ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 ってした丸い球体の中に世界があるんですよ。これ燃える世界に何か謎のこうふわーっていうなんかこのよくわかんないもやっとボールみたいなやつが現れる。やっとボールみたいな。炎の世界に水を与えます。これ世界創生の話ですね。でこうジャバーザザーつって水が溜まって、すごいメビウスに影響を受けてる感じ。この絵もかっこいいね、綺麗。お魚ちゃん、突然生まれる海の生物ね、ファンタジーな感じだ。そう、ディズニーをめっちゃ意識してた、多分これは。この目の感じがディズニーだね。この口とか多分ディズニー兼ワンピースみたいな、多分そういう意識があるんでしょうね。海の底で謎の生き物たちの出会いにも見てなやつがプハーって出てきて、お外に出てきた。そう進化して陸に上がっちゃうけど、上がってきて、そしてなんかこのマンモスじゃんとも言えないなんか謎の生き物と交流をし、一緒に過ごし、みんなで、もう手足が生えている、チコリータみたいになりチコリータみたいになりそしてなんか原始の生活をみんなが楽しんでいるねえ。それを見てるのか。それを見てます、この子は自分で作り出した世界を見て、キャッキャッってしてる、ピューンって飛んでやったーってピューって上に飛び上がって、すごいとこまで飛んで、そう楽しそう、でまた戻ってきて続き見ようっていう感じで見てみます。あら、でもあれもし氷河期、そう氷河期のようになり、チコリータみたいなやつもこんなになっちゃって、そんなそれを見て悲しむね、悲しんでる、ひらめいたひらめいたすげえ悪い顔してるなんかまたやってるよ、氷河期の冷たい空気を吸っちゃえばいいんだって言って吸っちゃうわけですよ。吸い込んでゲフー、徐々に晴れたよかったよかったってなって、でも元に戻ったすぐでスイーってまた戻ってきて、ふわふわ飛んでるからね。でもう一回見てみて、
見ましょうってなるわけ、まだなんかこうなんかチコリータちゃんみたいな、チコリータもどきみたいなやつの目玉からコツコツバキョッなんか出てきた謎の生き物が生まれるんですよ、生き物が生繁き物たちが栄しているよ。ゾロ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 となんかこの謎の木にセフィロトみたいな世界中みたいなところに向かっていき、そこにみんながゾロ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 って入っていく、また生命が活発になって嬉しいんですこの子は。すごい進化してる。めちゃ頑張ってる背景。木の世界、木のふもとにたくさんの世界が生まれ、いすごいろいろ生物が進化していき、文明が生まれ、うわーなんかすごいスター・ウォーズのそう結構そのイメージ、スター・ウォーズの世界観のイメージで、ゲンさん大好きなものが詰まってるなっていうのをすごい感じるわ。わでこういうなんか樹海都市みたいなのが出来上がって、で絵があったそれを見て絵があったキャッキャってしてるんだけど、なんかくっさってなって、すげえくっさってすげえくっさって顔してんだこれでそれを見て、って顔で見ます。ちょっと進化しすんごいてとんでもない街になってる。ガスがいっぱい出ている。すんごい書き込み。すげえ書いてるねこれ。すんごい書き込み。目が疲れる。みっちみちほらや。原画あるんで後で出しますね。そんなにうまくはないんだけど、なんかいっぱい書き込んでるんだね本当に。とにかく、いやでも迫力ある。こんなに書き込まれてて、はい、なんかみんなしけた顔して歩いて、すすけたスラムみたいのがあって、文明があって、あれって言って、あの子たちはみたいな、どこみたいな、すれた路地裏があり、なんか悪そう銃で殺されそうな人がいて、女王様みたいな、やばいやつがいて、なんかもうここがちょっとダメです。ね、もうここは本当にもうお店もしちゃダメなやつで、凶楽と暴力の街もうみたいになってる。やばい、もう、とんでもないディストピアになってるね。でそしてさらにその先に待つのは戦争ですね。ああ戦争だ、はい、争いと、みんなで逃げ惑い、これちょっとカメオ出演というか、あるんですけど実は、あ気づいたこのなんかフォールアウトみたいな謎のモールラットみたいななんかあるじゃん。放射線で放射線を浴びておかしくなった生き物たち、グールみたいな化け物とかが生まれちゃうような世界になって、もうドロドロになってもう海水も汚染され、魚は死に絶え、これ結構あれなんですけど、瓦礫に埋もれて子供が死んじゃってみたいな、ね、この顔もすごいあれですね。だいぶ大友先生の影響がありますね。ゴミ山で死ぬ子供がいてみたいな。なんか、悲しいね。あーこんなはずでは、こんなはずじゃなかったのにっていう悲しみを抱え、もうやだってなって全部食べちゃったの。あずるずる、こうやってずる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 っつって責任取っても一つの球体になり、でボコ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 またこのなんか、この辺やっぱなんかもうでもすでになんかメカ好き感はありますね。あそうね、ここにね、カメラがより目が開いた。もう一周するのかしら。インサイド10ですからね。きっといつまでも見る夢みたいな。この時の僕見ても思うんだけど、やっぱ年齢もあってか、思考実験しか好きなんだと思う多分。哲学的な問いをしようとしてるんだと思う多分。我々の住んでる宇宙、誰かの宇宙みたいな、なんかマルチバースとかだった気がするな、この時の考え方が。多元論みたいなやつの話の漫画でした。かっこいい、これでインサイドこちらで終了。で気づいたの。はい、気づきました。さっき言ったカメオ出演ってやつ、ここに最初の女の子がいる。そうなんですよ。やったー。だから彼が見ているこのいろいろ壊れかけてる世界の中の物語の一つなの。最初のあの子がっていうやつでした。これはやっぱ長い見てもすごいわ。いやーかっこいいっていう。何の動画だこれ。私が夫を自慢するコーナーマジでみんなは今一体何の時間だったんだ。本当になんか朗読会みたいになっちゃった。いや朗読会でいいんだよ。なんかエンタメ要素薄くないかこの動画。大丈夫か。大丈夫だって、みんなだってこの時さかっこいいなとかさ、テーマがいいなとかさ、この画面の構成がいいなって、多分思ってくれた人結構いっぱいいると思うの。でその脳の片隅ででもさやさんってこの頃ドキドキマジカル学園書いてたんだよなって多分みんな思ってるからいやさやのも見たいな。やめて。いやまあじゃあ別にドキドキマジカル学園じゃなくてもいいけどさ、受賞作とかね。そうなんかの大学の時に書いたやつは、この先生のここの辺をゲイさんみたいにさ、この表現をちょっと自分にも取り入れてみようみたいな視点があんまりなくて、漫画描くの楽しいで書いちゃってたから、本当はそうあるべきだよね。そうある意味なんかこうゲイさんと会って勉強しなきゃいけないってことにようやく気づいたみたいなとこがあったから、受賞作くらいだったら見せやだな。はずいな。おい俺がこんなに恥を忍んでいやだってゲンちゃんはだって全部見せたのに。ゲンちゃんはすごいもんだってさ、だって出せるのだってフルーツでキャットぐらいしかないしそのぐらい
のって逆にさ別に何の恥ずかしさもないじゃん。ないよ爆笑できるじゃん。うん、この時だってさかなりもうさ、中二病を超えたこの第二病みたいなさ、この世界とはみたいなこと考えちゃったりするじゃない。でもこの時ってやっぱそれの現役みたいなやつ、うん、かなりそういうメッセージが多いね。いやいやよかった。いや原稿もあるよでも。見たい。いやほらみんなトーン貼ってあるね。生トーンだよ。久しぶり。いやすごい。丸ペンですか？これ丸ペンだったね。すごい。これいい顔。すごくいい顔。こんな感じですね。わあ。いや本当にルーティーンもう一回書いてほしい。ルーティーンはもう一回書きたい。ルーティーンちゃんとなんか全2巻ぐらいで書いてほしい。これ本当に変な話なんですけど、最近僕たちいろんなことやらせてもらってるけど、皆さんがこう YouTube を見ていただいたりとかね、いろんな折にグッズだったりアパレルだったりを買っていただいたりとか、そういうのが全て制作費に回ってるので今。あ、そうだね。もう本当にありがたいことに、本来であればできないことを皆さんの応援のおかげでね、できてるんで、すっごいありがたいなって本当に思ってます。いや本当に思う。ありがとうございます。読みたい。ルーティンの2巻読みたい。もう2巻のこと決まってる。決まってんだし。文字数でいいから。いいんですか？今書こうよ。せっかくだからこの子たちを書こうよ。じゃあ行きます。ドキドキマジカル学園さ、お見せできないさ理由がさ多々あるんですけど、まずスモモモモすぎる。なるほど。そんなこと言ったら今回の俺のだってそうじゃない？その2、ドキドキマジカル学園の設定がね、超お金持ちの男のところに、超貧乏な女の子が転がり込んできて一緒に暮らすんだけど、その女の子が私恩返しできますって言って、恩返ししようとするのが魔法で恩返ししますっていうの。だけど魔法なんて存在しないじゃねえのバーカみたいなの感じのラブコメみたいな話なの。その問題ってのがお金持ちの解像度が低すぎて主人公が飯食ってるところが完全にクレヨンしんちゃんのダイニングと一緒なの。見たよね。そう動画で見なかったっけ？動画で見たか。そこ見たよ。あれ本当に恥ずかしいんだよな。当時 YouTube とかでもさ、普通にお金持ちのさ暮らしとかをさ調べりゃいいのにさ、その発想なかったからな。お金持ちって大体こんな家に住んでそうだな。一軒家になんか屋根2個増えたみたいな感じで。この髪型絶対今のゲンさん描かないな、こんなのね。どっちかっていうとサイが描きそうだよね。あ、そうそう。こういう感じの子ね。眉毛がね上に上がってる女の子はゲンさん描かないんだよ。さやさんと付き合ってから原作何本か描いてたけど、全部結構頑張ってみたいな感じの女の子だったから。あれはあれでなんかキャラを作り込めてなかったよな。いや若かった、でもいっぱいいろんな作品描いてたからあの時は、頑張ってたよ。仕事しながらバカモンだったよ相変わらず。ゲンさんを増やすために開発者を募るしかないんだけど、クローン人間に知見のある方を募集しよう。宛先はこちら。出すなそんなヤバい人を集める。だって読みたいよ。だってみんな思ってるよ、ゲンさんが書く漫画読みたいって。書いてるじゃんだから今。でもだってさやも入っちゃってんだよ。それよくなくない？確かにね。そうでさやはゲンさんが書いた漫画読みたいのにさ、初見で読みたいのか。そうだよ、さやも入っちゃってんだもんさ、そんな感じ。これ本当に出す前から言うことじゃないんだけどさ、二度とやんないよね多分ねこのスタイル。本当にね。これでも本当に全部出し切った後にさ全て話したい、早く話したいから早く出したいね。そう早く読んでほしい。このお母さんに辛く当たるのが必然だったっていうのがちょっと辛い。そうあれ裏設定があって、お母さん死んじゃうルートあるんですよ。とにかく何かをすると何かを犠牲になるっていうのが本当に必然あって、この世界、それの中生まれた一番いいルートが結局この子を犠牲にするのが一番丸く収まってるっていう。だからまだ解決してないよね、この話ね。あ、そうだね。いつかこの子をもう犠牲にせずに、そうだからトゥルーエンドが本当あるはずなんだよね、こいつにとっては。まだノーマルエンドで終わってる感じだよね。だからその続きを書いた方がいいんだよね。何年放置してんだ。いつか俺が頑張って書くよお前ら。ほら言わしとく。ほら死にたくない。やめて本当。本当に重いから。ルーティン読みたい。ないんですか続き。書くとさ情が湧くからさ。いやわかる。俺も今情湧いてる。情湧いてるでしょ。あ、いい感じいい感じ。書きな書きな書きな。ずっと湧いてる。めっちゃ可愛い。ラブコメ。ラブコメじゃねえよ。いやラブになるのは違うでしょ。突然いるんだよ、私の中にもいるの。ここはラブじゃないでしょって冷静になるよ。何でもなかんでもラブだっていいと思うなよって言う人もいるんだよ。私の中にも。そうでもラブも見たいじゃないですかっていう。サイの中のインサイドヘッドずっとうるさそう。うるさいよ。だって多分5人中3人ぐらいカップリング中だからさ。うるせえ。サイの中のインサイドヘッドうるさそうって。悪口。だいぶね。だいぶ悪口。ということでおまけ
おまけおま編。けルーティンに出てくるあの子たち。はいせーの。ドン。おー、ありがとうございます。ファンアート。ありがとうございます。さやが書いた方が合ってるわ。ルーティン全2巻好評発売中ということで。いつか出したいですね。出してこういう文言ね。うわかっこいいめっちゃ。そうなんかだいぶ絵柄違うよな、こう思うと。まつげの量が20倍ぐらいだったいい。ちょっとでも今の僕が描くようなこの感じにはなってしまそうだった感じがね。すごくいいそれも。いいじゃん。ラブコメの顔してるわ。ラブコメの感じするでしょ。ありがとうございます。なんかありがとうございます。こんなに重たくなさそうでね。ね、重たくなさそう。なんとかなるっしょっていうのをなんか2人で解決してそうじでゃない。もこの子のそのなんとかなるっしょみたいな精神性には助けられたわけよ。この子そうだよね。そうだからいつでもどこでも神様いるよ、いるよいっぱいみたいな、そういうなんかこの子の発想の転換みたいなさ、なんか行こう。いけるよ先生。読みたいです。さっきからそれしか言ってない。本当にその感情が強すぎて。いやでもねやっぱね、世の漫画家の先生はね、後々自分の原点みたいなのを書いたりする方もいらっしゃるので、いつか僕もそんなことができたら。待ってます。いやいい回だと思いがけずになんだかんだ久々に書いたなんか楽しかったわ。ね、ちょっとみんなに見せたいなと思ったけど、なんかじっくり読む機会が自分で作って偉いな私。すごい急に自分の肯定感上げてくる。なぜ？ちょっとこのシリーズちょっと楽しいな。楽しい。源流をそう探ろう。源流を探ろう。確かにブラックオリジンよりもさらに先みたいな。そう。ブラックオリジンよりは洗練されている。そんな感じ。でもなんか今こういう風に2人書いてみると今でも書けそうな感じの。私現在が書くねこの感じのメンズすっあげえ好きなんだよね。そうこいつね、こいつもう悟りきってるから目がハイライト目が不良の目じゃないね。私はでもこの子といる時はこういう顔が出ちゃうっていうのを推しているよ。まだここまでいけてないからこの僕の方の話。いやでも大丈夫。ここで一回ハイライト返ってきてるから。確かにそう一瞬だけね。ここ一瞬ハイライト返ってきてる。目黒いしハイライトも返ってきてる。ちゃんと少年の顔に一瞬戻ってんの。そういうね彼女との会話は彼にそういうものをもたらしてはいるんだろうな。来ましたね。整いましたね。カップリング中がまさかもう一回書くことになると思わなかった。超美少女になってる。めっちゃ可愛いもん。すごい最初嫌だったんだけど。嫌だったんだ。最初嫌だったけど。恥ずかしかった？いやそりゃそうだろ。恥ずかしいんだ。そりゃそうだろ。持ってきてやろうかマジカル学園。マジカル学園は本当にダメ。本当にダメ。本当にダメだ。また面接の時でマジカル学園って言わされた時の傷が開いちゃうからダメ。